はい、今日はですね、ちょっと政治的なお話したいと思います。関心ある人もいると思うし、全く関心がないっていう人もね、いると思います。私もずっと関心ありませんでした、正直。きっかけは安倍、元首相のね、暗殺です、事件ですね。あそこで戦う政治家っていう言葉がね、いろいろ出てきて、安倍首相ってのはどんな人だったんだろうっていうのをちょっと関心持って調べ始めたところぐらいからですかね。全く安倍首相に対するイメージも自分は変わりましたし、間違ってましたし、いかに、保守系のね、人にとっては、あるいはこの国にとっては重要な、大切な人だったのかっていうのをね、後から知ったっていうね、申し訳ない思いですけど、でそこからここ2、3年ですね、本当に2年ぐらいです、2、3年、いろいろ情報を取りに行って、YouTube や本なのである程度勉強させてもらいました。まだまだですけど。で、いかにこの、ね、はい。で、その中で、一番は、学んだ中でいくつか言わせてもらうと、まずは一番は、やっぱりこの国は、第二次世界大戦と言われている、本当は大東亜戦争っていう名前ですけど、これに負けたというね、アメリカに負けたというね、敗戦国であるというね、この事実はしっかりまず受け止めなければいけない。そこからですね、およそ7年近いですね、約7年近い GHQ の統治下があって、そこで、戦後レジウムとね、言いますけど、そこでもうこの国を解体しようというね、動くことで、もう天皇を敬う、天皇制に関しても、そしてだから敬う心が日本人からなくなりましたね。そしてこの国、自虐史観ですね。まさに歴史教育で学校でも日教祖が入って、歴史教育がもう日本っていうのは本当に悪いことをした国だというね、自分の国に誇り持てない、自分の国に子供たちが誇りを持てない歴史教育がなされてきて、私もどっぷりその教育を受けた世代ですから、日本ってダメなんだと。で、世界の方がいいんだと。ね、アメリカがとにかく素晴らしいとかね。もちろん、キリスト教国家のアメリカの良さはもちろんあります。もちろんね、もっと戦争に勝ったわけだから、もう日本を分断してね、もっとこの国をめちゃくちゃにして、奴隷のね、国にしてしまってもよかったところを、今のこの状態にしてもらってるわけですから、キリスト教聖史のアメリカの良さはもちろんありますけど、でも、実質、今、独立国という名前はいただいてますが、実質、植民地であるというね。この国は実質残念ながらまだ、植民地統治されている国であると。それはもうアメリカとの日米合同会議とかですね。そういうのもわかるように、もうアメリカの指示に従わなければならない。この間の LGBT 増進法もね、もうアメリカから言われたら、はい、わかりましたというね。岸田首相の、そういうね、もうアメリカに倣って、行ってしまう外交ということでね。だから安倍首相は本当にバランスを考えながらも、日本の主張するところは主張すると。あくまで独立国ですよというね。本当に惜しい人を亡くしてしまったというふうに思います。で、言いたいのは、2025年夏に、7月に選挙ありますね。参院選。若い皆さん、お年寄りは選挙に行ってるようですが、若い皆さんが行っておりません、今の段階では。参政党とか日本保守党とか、減税日本とかね、いろいろ、あると思います。積極財政をね、唱えて、この国を、日本ファースト。この国をなんとかね、強い国に戻していこう、豊かな国に戻していこうというね、そちら側のね、を私は賛成してますけど、投票に行かなきゃ意味がございませんので、若い皆さん、まず自分でちょっとね、何かのきっかけで調べてみてください。今 YouTube で見れば、いろんな本当に、正しい情報、いろんな角度での情報いっぱい出てますんでね、情報を取りに行って、この国で何が行われているのか、ね、本当のところ。身近な生活で言ったらもう本当に、物価が上がって税金が、給料の半分取られてというとんでもない国民の方を向いてるのかわからない政治が行われてますから、投票に行って選挙で、
示すしかございません。ぜひね、何かのきっかけになればと思います。はい。長くなりましたが、今日はこのぐらいで。